こんばんは。声ちょっと待ってね。こんばんは。声いけてますか？どんな感じでしょう。今ね、しばらく一人で喋ってたんですけど、これまだ一人で喋ってるかな。テストしとくべきだ。いや、テスト一人ではしたんですけど。あ、ローズさんありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさい。マジでね、今ね、3分、4分ぐらいね、ちょっと一人でね、ブツブツ喋ってた。ありがとうございます。ちょっとすいません。なんかね、ツイッターでね、海外の人が来てもいいですかってなんか言ってくれてるから、それを返信だけしたい。なんて書けばいいんだ。英語がこれでいいか。多分なんか間違ってるかもな。まあいいか。ごめんなさい。はい。すいません、お待たせいたしました。こんばんは。よろしくお願いします。ちょっと待ってね。ありがとうございます。私もね、楽しみにしてました。前回ツイッターの方でやらせてもらったんですけど、やっぱなんか人とこう喋ってこうワシャワシャっていうのがちょっとできない環境だから、ちょっと残念だなと思ってたので、ちょっとこうやってねメッセージ見ながらお話できるっていうのはすごい嬉しいなと。で今ね、一応なんか遅延が発生しない設定とやらをやってるから、なんだかね、あれなんですよね。ちょっと画質が悪いかもしれない。そしてなんかね、ストリーム現在ビットレートうんちゃんかんちゃんとか書いてある。ちょっとテキスト本当に音クリアですか？やった。音はクリアなのかもしれない。画面がちょっとボケちゃって見えてるのかな、この私の。でもそんなことないか。この私の魂。本当ですか？よかったよかったよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった。はい。よっしゃ。やっていくぜ。ですね、去年ご質問をいただいたにもかかわらず、今まで発行させてきたというか、本当に大変お待たせしてきたご質問を今日こそ全てに回答していきたいと思っております。なんかもし分かりづらいとか、ここもうちょっと聞きたいなみたいなとかがあれば、もう随時ちょっと言ってもらって大丈夫です。FD の話、FD の中身の話じゃなければ大体答えられると思うのではい、全然ぜひぜひツッコミ入れてください。よっしゃ。ではまずちょっとね、5つぐらいご質問いただいてて、まず1つ目がテンポ感てかね、皆さんね、ご質問の内容のレベルがちょっと高くていやすごいなと思って、本当にちょっと私もね、本当に自分でもこれ聞かれてちょっと答えるの難しいな、どう答えるのがいいんだろうっていう風に今一度なんか自分の創作というか、なんか作品とか見返したりとかして
本当に勉強になりました。本当皆さん本当にそういうチャンスを与えていただいて本当にありがとうございます。このね今一応いただいてるのが、テンポ感だったりとかプロットの作り方みたいなのが中心にいただいてるので、そのあたりのお話を今日していきたいと思ってます。でまず一つ目、テンポ感についてで、私は自創作漫画を作っているのですが、プロットまではいけてもネームの段階で物語を進めるテンポがうまく取れずに右往左往してしまいます。シーンを進めるテンポで気をつけていること、コツなどありますかっていうところで、ちょっとね漫画だからちょっと私がお答えできるところがちょっともしかしたら求めているものと違うものが出るかもしれないんですけど、私は一生懸命答えるけど話半分に聞いてもらえると助かります。私はでも一生懸命答えるんですけど、ちょっと全部は全部多分役に立たないかもしれないので、私はねシーンを進めるときに一番気をつけてることは、とにかく同じ場所で同じ人との会話っていうのがずっとなんか続かないようにっていうのを気をつけてます。ちゃんと場所がずっとここ中央広場で話してるなみたいな時とかはちゃんと場所を変えて、場所をね変えるっていうだけでも結構なんか人ってそのお話がちょっと進んだりとか、なんかちょっとなんかちゃんと一つのところで停滞せずにちゃんと進んでるなっていう風に感じてもらえるので、ずっと同じ場所、できれば人とかも話す人とかも変えるなり加えるなりっていうのはすごく気をつけてます。あとはね主人公の心情を描く時とかもそうで、漫画、ゲーム、小説、多分ねそういうのどういう形態であってもキャラクターの心理描写ってすごい重要で、気持ちを追えないとなんかこの話なんか読んでても面白くないなっていう風になっちゃうので、心理描写はすごく大事なんだけど、それにしたってずっとなんか独白、ずっとなんか自分の方になんかうつうつと話してるみたいな感じだとお話が前に進んでいかない。でお話前に進んでいかないで停滞してる状態を多分人はテンポが悪いっていう風に評すると思うんですけど、漫画の場合はもっと別の要素も絡んできて、一コマあたりの情報量があんまりにも多いとちょっと読者のページをめくるスピードがちょっと遅くなっちゃう。で本当は読者はずっともっともっと先を進んで読んでいきたいのになかなか進ませてもらえない。でも逆にセリフの数がすごく少なくて、で空白の多い漫画だとあっという間に読み終わっちゃって読み応えがなくなる。もうこれがね本当とんでもない天才、そのハンターハンターの富樫さんとかもう本当一コマあたりの字の文というか、字の文じゃないな、セリフだったりとか、そのなんかいろいろな説明文とか、とんでもない量があったりするんですけど、あの方はお話を作る才能はもちろんのこと、文才もあるから、文章を読ませる力もあるから、それでもちょっとしんどいよっていう声もちらほら聞こえてはきてるけど、今のね新しいシーズンのところはねっていうのはあるけど、それにしたって全然読めちゃうのは文章の書く力があるからっていうので、こういう感じで結構漫画はいろんな要素が絡んでくるから一概にこうっていうのがなかなか言いづらいんですけど、そうですねその同じ場所に長くとどまりすぎてないか、同じ人とずっと話したりしてないか、ワンシーンの長さっていうのを強く意識するっていうのが大事なんじゃないかなと思ってます私は一方でこれはお話をどんどんなんか進めていく感じのタイプのお話、なんかそういうタイプの作品だったらそうっていうのであって、じっくり腰を据えてキャラクターの心理描写をしっかり描きたいっていう作品の場合はまたちょっと違うので、自分がどういうのを描きたいかにもよりますよね、この辺は。私はそういうふうに強く意識しております。はい、ちゃっちゃかちゃん、続きいきます。でプロットの連動、こちらご質問が、私は趣味で短めの小話をよく書いているのですが、2万字程度を
想定しているお話だと起承転結だけ思い描いてプロットを立てません。そのせいなのか分かりませんが、毎回毎回どこかしらで詰まってしまい、筆が遅いと感じてしまいます。牛尾さんは短めの文字数の作品でもプロットを立てられますか？立てられる際はどの程度練り込まれますか？ありがとうございます。ご質問。二万字はね、二万字って小話なのかっていうぐらいっていうところに、すごっとか思ったんですけど。あとね、私、プロットは起承転結で主に書くので、起承転結か序波球で書くので、それよりもっと詳しいっていうのは基本そんなにしないんですけど、ただ例えば2000字とかのやつでもプロットは立てます。もちろんそんなに詳しくないですけど、この間あげたテンペストの、ドライブの帰りのやつとかでも、こんななんか2000字もいかないようなやつとかでもプロット立てます。あんなこんなでこんなこんなでこんなこんなみたいな感じなのは立てます。で、2万字をね、最近私は小説で書いてないから、雑誌でだいたい求められるのって1000字とか2000字とかぐらいなので、書いてないから何の時が2万字書いてたかなと思ったら、角川さんで以前小説ビジュアルノベルっていうジャンルのを連載してた時があるんですけど、その時が多分毎回2万字書いてたのかな、多分なんですけど、それをねちょっとその時のやつ、これはねなんていうんですか、著作権が私にあるので見せられるかなっていうので、ちょっとどれ見せようかな。見せられるやつを見せますね。なんか BGM 音量大きいとかあったら言ってくださいね。BGM あるとなんか無言が怖くないんじゃないかと思ってつけ始めたんですよね。この辺でいいか。すごい、これか、こうか。ちょっとあんまり中身がっつり見せすぎちゃうとあんま良くないのかな。いや別にいいと思うけど、このぐらいの分量を書きます。起承転結は結構ガッと書きますね。桜エディタだBGM 音量ちょうどいいですか？ありがとうございます桜エディタ使ってます？桜エディタいいですよねこんな感じで結構書くし、あとね、私ねこんな書いてるんですけど、プロット通り書けない人間なんですよ。プロットをすっごい細かく立てて、でいざ書き始めると、いやなんかシーンを短くまとめて書こうっていう風に思えば思うほど凝縮されちゃうから足りなくなっちゃって、と思って、なんかもっとなんかいろんな展開ちょっと追加しようみたいな感じになるとか、あとは基本的にやっぱりなんだろうな、プロットって計画書でしかないから、プロットの状態でお客さんに見せるってことがほぼないじゃないですか。だからもうプロットは計画書だからと思って、プロットより面白い話書こうってなんだったらと思って
やっちゃう。まあもちろん魔法使いの約束さんとかちゃんともうプロットを会社さんが立てられてとかいうやつだったらもうめちゃくちゃ守るんですけど、本当にもう忠実に守るんですけど、あとはなんかまあちょっとこうしたらなんかより生きるかもみたいなのは提案することはあれど、基本的には本当に絶対守るんですけど、結構自由に書かせてもらってますよく怒られないなと思うんですけど、みんな私が仕事する人みんな優しい人ばっかりだから、怒ることなく許してもらってますね。でもね、それでもやっぱりプロットはすごい書きます。すごいめっちゃ書いて、あとねちょっと待ってね、なんかね私もちょっと懐かしいなと思って見返してて思ったのが一個ありまして、ちょっと待ってくださいね。これホムハニの3話ですね。3話なんかこう書いてるなと思ったら、なんかねこうしてたらなんか違う、3話じゃないな、4話か。いやね、4話がちょっとね、ごめんなさい。ほんとこれ自分が面白くて、でもまあ分かってたのに、自分がプロット通り書けない人間なのは分かってるにもかかわらずすごい書いてるんですけど、またもう一回修正して、であともう一回修正して、でボツっていうのもあって、でさらにボツがあってでさらなるボツがあるっていう、なんか何やってんだろうなこの人これをね、こういうこと何回もプロット何回も書き直しますね。プロットたくさん書き直すっていうのを2万字ぐらいだったらすごいやる。すごいやりますね。桜エディターと VS ビジュアルスタジオコードですね。やーん、おそろですねおそろだ、おそろ。どっちも好き。私ほんとね、エディター系はね、死ぬほどもうなんかいろんなもの試しすぎて、集中力が途切れると、エディターめっちゃ探すたびに出ちゃうんですよね。だからなんかもう、すごい多分、ほぼほぼ世に出てるやつ結構な量やってる気がする。それでも、ビジュアルスタジオコードに最近もう落ち着いちゃったから、最近のはちょっと知らないんですけど、一時期はね、自分が書けないのはエディターのせいだと思っていろいろ探して探し歩きましたね、ちょっとそういう感じでプロットは本当に詳しくいろいろ探しますね。でじゃあどういうのでやるのがいいのか、ちょっと私がやってることだけ伝えてもあんまりためにならないかなと思ったので、起承転結序波球箱書きっていうのは大体、あとはなんかハリウッド3なんとか法みたいななんかやつが多分あると思うんですけど、私の感覚、私のイメージでは起承転結は本当にバランスよく書きたいなっていう時で、綺麗にオチをつけたいなっていう、1話完結ものだったりとか、あとはそうですね、そのスイプリさんとかビズログさんとかに掲載する SS は起承転結で書いてます。でもっぱらゲームの方は序波球ですね。本当になんかスピーディーに、多分序波球ってあんまり長いお話を書くのに向いてないとも言われるんですけど、私はなんかこれが最近はハマったなと思ってこれで書いてます。なんだろうな、特にテンペストでありがとう優しいなありがとう。本当ね、今ねすごい真面目に話してたのに、本当に失礼失敬こうか。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、起承転結と序波球と箱書きで、テンペストは基本的に序波球で、最終章とかは
起承転結で書く感じで、結構海外のドラマとかめちゃくちゃ引きが強くて、本当に引きが強いので、あんまりオチをきれいに作りすぎないようにしようと思って、テンペストとかは序波球で書くようになりました。SS はなんか起承転結ですね、ほぼほぼ。で、箱書きっていうのが、箱書きがね、一時期使ってたんですけど、もう最近は全然使ってなくって、こういうやつ、なんか、非小の小が、なんかすごい、5つもあって、転結。で、結構、起承転結って基本的になんか小をしっかり書きなさいみたいなことを結構シナリオ学校みたいなところとかでは言われたりするんですけど、それがなんかちゃんと、明確に分かる形って言えばいいのかな。そうですね。なんか物語の展開、ちゃんと中身を充実させたいっていうのとか、あと起承転結の尺感、なんか点を長く書きすぎちゃうとか、木の部分をすごい充実させすぎちゃうみたいな人にとっては、箱書きでこうちゃんと箱を埋めていくっていう方が、なんか全体の尺感はテンポがつかみやすいんじゃないかなと。だから人によっていろいろ向き不向きはあると思うんですけど、な感じかな。そうですね。はい、次進みます。次ね、個人でアドベンチャーゲーム、乙女ゲー、ギャルゲー問わず制作に挑戦しているものです。すごい。今はヒロイン一人のギャル系に挑戦しています。個人制作の無償で、まずは好きなものを完成させるのが目標です。素晴らしい。相談なのですが、いつも書きたいテーマやキャラ、結末は浮かぶものの、起承転結の章の、さっきお話ししたやつですね。章が浮かばず話を持たせられません。つなげられないとも言います。個別ルートまでの共通ルートであったり、個別の中の章の部分が浮かびません。どのようにすれば書けるようになるか、コツなどがあれば教えていただけると非常に助かります。こんな大事な質問を私は、全部大事なんだけどね、本当にもう待たせてたっていう、本当に申し訳ない。こういう方とかに、今のお話しした箱書きっていうのは、自分が今ここの部分どれぐらいが足りてないのかみたいなのが目で見てわかるから、一つやり方の一つかなと思うんですけど、そうね、これもホムハに自分の著作物持ってるとこういう時楽っすね。お話を作るときに、こう展開みたいなのをいろいろ展開でプロットを立てるっていうやり方が主だとは思うんですけど、もう一個ね、方法があって、また出しました。これはね、ホモハニの心理構成。1話でこういう各キャラこんな感じの気持ちでいるとか、どうとかみたいなのをこう書いてるやつ。で、これもなんかね、何回か書き直してる。これは多分なんかこう3つハードルがあってみたいなとかかな。こういう感じで、それぞれここでこう何があったかみたいなのとかを、何があったかとか、どんな気持ちでいるのかみたいなのを書きます。あらすじがこっちにあってね。はい。でね、
あ、わかった。こういうことか。一つ賢くなったぞ。こういうことか。はいはいはい。今見てもらったやつでプロットの隣、自分が書いたプロットの隣に主要キャラのちょっと心理というか気持ちの変化みたいなのを書いてみると、結構なんか何がその時必要かっていうのが割と見えてきて、次の展開にこういう展開があるっていう時にキャラクターの心の準備ができてるのか、じゃあできてない時って、何をしたらいいのかとか、誰かを置いてこぼりになってたりとかが、それが意図したものなのかどうかみたいなので、例えばね、貧しい女の子がいました。でその女の子が魔法の杖を手に入れて、でその杖を奪おうと魔物が襲ってきて、で魔物を倒してめでたしめでたしっていうお話があったとするじゃないですか。でその時もちろん起承転結の木のところで登場人物である女の子の気持ち、女の子の気持ちというかじゃないか、女の子の性格だったりとか、貧しいって言うけどどのぐらい貧しいのかとか、その理由みたいなのとかを書く必要があって、で魔物に関してここから魔物が登場させてもさせなくても別にさせない方がいいかな。それにしたって魔物がどういう設定なのかっていうのをある程度どこかで、例えば起承転結の木のところで貧しさの理由のところで凶暴な魔物が近くに住んでて作物を奪われるとか踏み潰されて、で流通が止まってたりとかして、だから村全体が貧しいから女の子もどうしても食べるものに困ってしまってるんだみたいな感じで、間接的に魔物のどういう魔物と人間の関係だったりとか、どのぐらい凶暴なのかみたいなとかを間接的に描いて、で章がありますと。次に進んでそんな中魔法の杖を手に入れて、で杖を手に入れた気持ちとかが多分そこら辺がパッと思いつくのはそこで、で次魔物が襲ってきて、これバトルっていうのでね、イラスト屋で検索したらねラップバトルしか出てこなかったから、とりあえずラップバトル貼ってるんですけど、そういう風な展開になってってなるとき、別にこのままスッていけるんですけど、でも魔物が杖を奪おうとしてきたっていうことは、女の子が杖をどこかでね使っとかなきゃいけないんですよね。それは最初は多分家で使う、ちょっと初めてだからちょっとなんか試しにやってみるかって家で使って、でも家で使っただけじゃ魔物にまでその魔法の杖の噂が届かないから、もう多分村で派手にガンガン使ってっていうシーンがじゃあ必要になるなって言って、また必要なシーンがちょっと出て洗い出されるじゃないですか。で魔物側もなんでそんな風に暴れるのかみたいなとかも、何かなんかちょっとそこら辺とかも描けると、魔物が襲ってきた理由とかも膨らませられるし、だからこういう感じでキャラクターの心情というか、キャラクターここがこういう風なあれがないとキャラクターこういう風に思わないからこういう行動しないなみたいな感じで考えられるし、それでなんとか杖を奪おうとしてきた魔物を結びで倒しましたと。で、これで魔法の杖を使って幸せになったっていう終わりにしても別にいいし、例えば木か章のところで女の子の夢はもともとはアイドルでしたと。貧しいけれどもアイドルになってみんなを笑顔にしたいっていう夢を持っていましたみたいな感じのことを女の子の性格の部分で描いておけば、結びのところでなんか魔物を頑張って倒したけど本当の自分の夢はアイドルで、自分に必要なものは魔法じゃなくてマイクだったっていうのを思い出して、杖をぽっきりと折って自分の力で生きていきましたみたいなこともなんかできたりとかするから、そうですね。私がよくやるのはプロットの隣にキャラクターの心情みたいなの、この時こういうふうに思ってるみたいなとかを書いたりとかして、でそれでその時の次のシーンで何が必要なのかっていうのを書くように
書くっていうかもう思い浮かべて、で章を膨らませるっていうのがよくやってます。そういう手法。はい。水飲みます。美味しい？本当ですか？いやー、人のためになってるならよかったわ。なかなかね、人にねいいことってあんまりできないからね、日常でね。一人で机に向かって仕事してるので役に立ってるならよかったわっていう感じかな。結構ねこの作業が楽しかったりするんですよね。キャラクターがどう考えてるかみたいなの。書いてみたくなった。いや書いてほしいわ。いや全然、いやなんか読むのもね楽しいしね、自分の世界ちょっとほんと全然二次創作で、なんかこのキャラクターのこういうところがもっと見たいなとかを膨らませるっていうのもすごく楽しいというか面白くていいなと思うし、書いてる途中でキャラの心情どちらかなんかね分かる、どちらかるの分かる。多分ねあんまりその原因をこうって決めつけちゃいけないんだけど、なんかキャラクターじゃなくて人間に近づけば近づくほどなんか矛盾した行動みたいなのを取りやすくなっちゃう感じがあるんですよね。なんか人間ってやっぱ矛盾してる生き物だから、こういう行動もするけどこういう行動もやるしみたいなとかは本当にもうテンペストとかなんかね団長とかねそんな感じですよね。なんか何でもやりそう。なんかこうしかしないみたいな決めつけちゃうとね、なんかそれって本当に記号化されたキャラクターって感じがして、予想だにしない行動だったりとか、もうこの人らしくない行動をしてしまうみたいなのとかも人間らしさだったりとかするからね。でもそれをどう説得力をちゃんと持たせて、いやこういう行動したのに、なんからしくない行動したのにもこういう理由がちゃんとあるんだよっていうのをいかに説明臭くなくちゃんと伝えられるかっていうのがねまた難しいんですよね。いやでも楽しいよ。ぜひぜひちょっとなんかやってみたいなって思うのもありだし、思わなくてもなんかね全然いいと思う。かけるよ。暗い嘘大好き。よかった、ありがとうございます。彼も喜んでると思います。書けますよ。なんか書きたいって気持ちがあれば。でねちょっとねそこにつながる質問がねまたねちょっとねあってね、そうこのねはい次のご質問いきますね。でもその前にちょっと水飲む。団長の描写は味わい深かった。味わい深いって表現マジいい表現ですね。素晴らしい。味わい深いってなんかいろんなあれがあるね。また団長っていうところでね。いやいい表現するみんな。はい次いきます。長編を細々と書き合間に全く別の短編を書いています。ご相談なのですが、キャラに魅力的なセリフを言わせることができません。大事なセリフを読者の心に簡潔に残るような名言として書き上げることができません。拙いながらプロットの作成もしていますし、キャラの深掘りも最低限できているつもりです。改善策などありましたら教えていただけると幸いです。これね、私ね、さっきのホモハニの資料お見せしたあれで角川の編集さんに結構口酸っぱく言われた。決めのセリフが足りないっていうので、でもすごい何みたいな、決めって何みたいなのですごい考えたのを覚えてます。これはね
ちょっと実践的な方法と精神論2つお話ししたいんですけど、まず実践的なこととしては、やっぱりね、古今東西の名言格言を本当に触れまくる。ビジネスコーナーとかで本屋さんにコピーライトとかなんかキャッチコピーみたいなとかのなんかそういう本とかがあったりするので、私もね広告コピーみたいなのとかなんかこう見たりとかもするんだけど、でこれも多分この質問くださった方は多分もう分かってらっしゃるみたいで、分かってらっしゃると思うんですけど、結局なんか簡潔な言葉の方が残りやすいっていうの多分この方もと私も同意見で、短い方がスッと入ってきやすいんですよね。で短い言葉ほどなんかリズムってすごく大事で、だからいろんな言葉に触れるっていうのはすごい役立つと思うんですよね。ただね、これなんだろうな、小説とか漫画とかの名言ってなんか別にいいこと言えばいいって話でもないじゃないですか。なんか本当に大したことない、何気ない言葉とかが逆になんか心に残ったりするっていう、なんかね、多分これって読者の心に残ってるっていう話じゃなくって、読者が感情移入しているキャラクターの心に残ってるっていう場合が多いんじゃないかなと。でセリフっていうのは結局読者に向けて言ってるっていうよりもキャラクターがキャラクターのために発してるものなので、もちろん作品によっては作者の言わせたいことをキャラクターに言わせるみたいなものもあったりするから、一概にどうとも言えないんだけど、でもやっぱり対キャラクターのことなんじゃないかなと思って、例えば、訴えかけてるのが A 君としましょう。 A 君と言われてる側が、B ちゃんだとして、その時ね B ちゃんに、何が必要なのか、どんな言葉を A 君がかけてあげたら B ちゃんは前向きになってくれるのか、もう未来に向かって歩き出してくれるんだろうと。A ちゃんが A ちゃんじゃない A 君が B ちゃんのために一生懸命考えた言葉っていうのが、B ちゃんとそして B ちゃんの奥にいるその B ちゃんに感情移入する読者に届く。でだから、そのために必要なのが、まず読者が B ちゃんに感情移入するための土壌と A 君の言葉が必要になる状況と、あとはね、これも大事なのが A 君にどれだけ語彙力があるか。A 君がすごいバカだったら頭いいこと言ってたらおかしいじゃないですか。とかちょっとあんまり国語が得意じゃないなりの言葉の選び方とか、頭がいいなりの頭がすごく良くて普段難しい言葉ばっかり喋ってる人が B ちゃんに本当に分かってほしいし伝えたいからって言ってあえて平易というかすごく分かりやすい言葉で訴えかけてくれたとかだけでも気持ちにちょっとジンとくるものがあったりとかっていう感じで、多分必要なのはそのあたりで、だから読者の心に残したいっていう考えからキャラクターのその相手のこの心に残る言葉っていうのがどんななのかっていうのにちょっとシフトした方がいいかな。で多分ね、読者がね一人とかその相手がどういう人なのかっていうのがはっきり見えてるんだったら、多分その読者さんに必要な言葉、響く言葉っていうのを書くことは多分そこまで難しくないんだけど、多分質問者さんのそのお話をどこの誰が、いつでしかもどんな心理状況で聞くかっていうのは多分わからない中で、その人の心に残る名言っていうのは結構難しい。多分すごい普遍的な、例えばその生きるとは死とはみたいな、そういう本当に漠然とした本当にみんながみんなに当てはまるようなテーマの名言でいいのであればそれで大丈夫なんだけどねっていう感じかな。こんな感じ。古今東西の名言と
こういうかな。多分この質問者の方は、プロットとキャラの深掘りっていうことの大切さっていうのをご存知の方だから、多分おおよその材料は自分の頭の中に、揃ってるんじゃないかなと思うので、あとはもうそれを全部こういうでこうっていうのでちゃんと整理をして、整理っていうのは感情移入できる土壌になってるかで、その言葉が必要になる状況になってるかで、ちゃんとそれらを踏まえた上でのキャラクターの語彙力っていうのをちゃんと整理して、その上で今一度、A 君を自分の心に憑依させて、もう魂憑依させて、でもう目の前に B ちゃんがいると思って発してあげると、何か浮かんでくるものがあるんじゃないかなと思いますと私は思いますはい。またなんかわかんないなとかあったら後ででもいいのでご連絡くださいです。次がね、ラストの質問かな。はい、これね、次がこれがラストで、物語が完成し実際に読んでみるとという感じになってしまい、結局この物語は何が言いたいのということになってしまいます。読者に伝えたいメッセージやテーマを私自身持っていないからでしょうか。アドバイスいただけると幸いです。いやマジでこれさ、書き終わった後にさすごい冷静にね、自分のお話を見れる、すごい素晴らしいと思います、これはいやわかるけどね、冷静に見れるのは本当にいいことだと思う。うひょーみたいな、書けたぜみたいな、それもいいけどね、それも全然いいんだけどね。いや素晴らしい。でもね、これはね言いたい。多分もうね、この質問者さんが描きたいものっていうのはもうその物語の中に書いてるはずなんだよね。でないとね、多分ね最後まで書き切るっていうのはできないんじゃないかなと。やっぱね、創作で大変なのって書き出す一歩ももちろん大変だけど、書き切るっていうのが自分の好きなシーンだけパッて書いておしまいみたいになっちゃうことも多い中で、完成させられてるってことは本当にもうね、ちゃんとね詰まってるんだと思う。ただね、そこが明確になってない、浮き彫りになってないっていうだけかなと。でその読者に伝えたいメッセージみたいなことってよく聞く漫画とか小説とかの選評とかですごいよく見るし、全然間違ってないというか、本当に正しい言葉なんだけど、もしそういう風に聞かれてあんまりピンとこないなっていう人はちょっと言い方を変えて、この物語を読んだ人にどう思ってもらいたいか、どんな感想を持ってもらいたいのかっていう風な感じで考えてみると、ちょっと違うんじゃないかなと思ってて、例えばね、この物語を読んでスカッとしてもらいたいっていうんだったら、どの部分でスカッとできるかなっていう視点で物語振り返って、ちゃんとスカッとできるポイントがあったんだったらもうそれで OK だし、あとは諦めない心の大切さみたいなのを感じてもらいたいっていうことだったら、キャラクターがくじけてもおかしくない状況っていうのを一回でも挟んで、でそこから立ち上がるというか、くじけないみたいな感じの描写を描かないといけない。でもしそれがなかったら、もうそれはその展開を後からでもいいから加えればいいだけだから、今一度ちょっと自分の心に読者を住まわせてみるか、ちょっと誰かに見せる前に、こんな風に言ってもらいたいなみたいなことをちょっと想像してみて、それで読み返してあげるといいんじゃないかなと思う
完成させられた時点で素晴らしいから、あとはなんか自分がどう思ってもらいたいかっていうところを浮き彫りにさせる作業、ちょっとなんか削る作業っていうか、宝石を磨く作業みたいなのを加えてればまたちょっと違うんじゃないかなと。そうなの、書いてるだけで偉いの。書いてないかったから、書いてなかったら偉くないわけじゃないよ。偉いわけじゃないんだけど、もう書いて誰かに見せる、発信してる、ツイッターとかでこう発信して、で、それだけで、救われる人はね、いるのよね。それが1時とか2時とか関係なく。なんか、見たいものが見れたぜ、みたいなとか、多分ね、そんな風に感じる人はいると思うから、そうね。なんか磨く作業だと思ってやってもらえるといいんじゃないかなと思う所存。そう、自分の希望を確認する、これですね。はい、話しました。この間よりもテキパキと話しました。この間なんかもうね、ダーッと喋っただけだったからね。こんな感じかな。なんかもし今パッと思いつくことがあれば、私ちょっと今お水をグビグビ飲むんで、何かあったらおっしゃってください。紅茶教えてもらったやつ第1弾を注文して頼んで、それも毎日飲んじゃったからもうなくなっちゃったんで、またね次新しいの注文しようと思います。ね、一番ね、どれも美味しかったんだけど、なんかね、疲れた時にほっとしたのは蜂蜜のね紅茶が本当に美味しくてうめえなーと思って、なんかね、どれも本当に良かったんだけど、疲れた時に甘いものが大事っていうのをすごい感じた一杯でしたね。全部飲んじゃった。いやもう全然書いてるだけで偉い。そう、紅茶といえばアナスタシアって紅茶？そうなの？へえ、ちょっと調べてみます。優しくてためになるお話ありがとうございます。いや、そんなことないです。もう全然、もうそんなことないですって否定するな。ありがとうございます。優しく言えてたらいいな。いや、なかなかね。いやー、なんか私あんまりエゴサみたいなのをさ、作品のタイトルとかでしたらなんか嫌な人もいるかなと思ってあんまりしてないんだけどさ、なんかね、見たいよね見たいよねって言って、でもね、見られたくないよね、みんなね。でもね、発売日1週間ぐらいはバグとかのが出てないかっていうのを検索するためにめっちゃ見ます。その時はごめんなさい、見ます。テンペスト魔女と天魔女で検索します。知ってますよ皆さん、天魔女っていう方が馴染みがあるっていうのを知ってるけど負けないぞ私はテンペスト魔女勢です。はい、物語を思いつくだけで素晴らしいよ。ほんとそう、それよ。はじめまして、遅く来たのですが、もう全然です。今から雑談しようと思ってるんで、もしよければ一緒に楽しんでいってください。こうしてプロに直接教えてもらえるなんて、今はとてもいい時代ですね。今を生きるありがたみをすごく感じてます。いや、いいことおっしゃるな。ほんとね、なんかさ、今生きてることをさ、楽しめるっていいですよね。なんかいい面だけ見て生きていきたいよね。私もシナリオライター目指して頑張ります。そうなんだ。頑張って応援してる。すごい応援してる。
心から応援してる。バグ探しちゃうの分かりますですよね。質問なのですが、執筆時の VS コードの設定や、それ聞いちゃう。いや、教えたくないな。教えたくないな。でも聞かれたら教えざるを得ないな。それね、ちょっとね、今見せようとすると、くそ、いいこと聞くな。いいこと聞くな。ちょっとね、これ、嘘。いや、いいこと聞くなっていう気持ちだからね。そんな全然嫌とかじゃないです。いや、目の付けどころが鋭いなってだけね。ちょっと待ってね。ツイッター文字数制限が、なんかね、ブルーはね、なんか量多くできるんだけど、ね、お金払ってまでって話だからね。だからね、ちょっと待ってね。いやー、いい質問だな、これ。私がね、このビジュアルスタジオコードっていうのを使う最大のあれを教えると、本当いいこと聞くな。これ聞かれない限りマジで答えなかった。ちょっと待ってくださいね。これ。見えますか？ちょっと G ちょっとこうアップにするね。これでアップですればいいのか。こうやってね、文字に色をつけられるんですよ。こうやって。だから語尾が同じ語尾とかが続いたりとかしたら嫌だなと思って。これただね、やり方を、これ拡張じゃなくて、いや、拡張もあるんですよね。この色をつけるっていうのの拡張はあって、でも、このコマンド自体はすごいネットで検索してやったやつ。こういう感じ。なんかね、超ある。この辺はちょっとスクリプトだから、ちょっとやめとこう。こんな感じでね、やります。これが一番かな。で、あともう一個、多分、これはゲームシナリオで書く人向けの話だから、いや、別に小説書きでもいけるんだけど、あともう一個ね、小説書きの人にめちゃくちゃおすすめの拡張があるので、それは後でツイッターで、リツイートしますね。いや、すごいいいのがあったので。で、文字指定はね、検索して、いろいろやったやつだから、これね、本当になんか試行錯誤してやったから、どうやってやったかをね、私ちょっとね、すぐ物を忘れちゃうからちょっとあれだけど、検索すると、これもちょっとつぶやきますね。何の拡張を使ったら、ちょっともう一回調べさせてください。でも、もっとこれよりも、すごい、多分プロの作家の方が、本当に自分が使いやすいように作った拡張があるので、それをお伝えします。それめっちゃいいんで。それもね、ちょっとこういう感じのやつがあるんで、品詞だけ色をつけるみたいなのがあるから。佐藤さん。テンペスト魔女物すごく面白かったです。面白すぎます。いや、ありがとうございます。もうその言葉を聞くために頑張ったありがとうございます。はい。ちょっとね、これね、こういうやつね。ここは私のなんかあれだけど。そうね、これは後でツイッターでつぶやかせていただく。後でって明日かな。ちょっと今日遅いし、明日つぶやきます。ちょっと待ってね。
違うはい、ここからね、雑談1時間話したね。雑談行こう。チュッチュクチュン。あ、一気に進めたって方多いですよね。本当にありがとうございますね。現代でね、忙しいことばかりなのに時間を使ってもらって感謝ですよ感謝でござる。ツイッターでこれから雑談しますってあらつぶやこうかな。あ、ごめんマジ気づかなくて。あ、いやこれ返信したのか私。ちょっと大丈夫か。オッケーオッケー。あ、URL 載せないとね。URL これの URL URL がわからんとね、楽しいね。わかんないことがいっぱいあって世の中楽しいおっとっと楽しいね。イエイ。いやありがとうございます。そっか、途中でやめられなくなったんだったら嬉しいですわ。本当だから海外ドラマのね引きみたいなのはすごい意識しました。あとね、やっぱストーリー、キャラクター主体で作ることが結構多かったんですけど、お話じゃなくて物語ストーリーの方に主体を持たせて作ったから、そこがまたちょっとね今までと違うところが見せられたのかな。アローズさん、私もテンペスト魔女大好きです。テンペスト魔女って言ってくれてる夜も眠れずプレイしました。必死で駆け抜けるのにちょうど良いボリュームだったと思います。 FD も楽しみ。ありがとうございます。よかった、楽しんでもらえて。夜も眠れずか。夜ねプレイすると怖くなかったかな私も怖いの得意じゃないから、怖いの得意じゃない人間が作ったどうなのかなって思うけど、怖いって思ってもらえてよかったです。スマニアさん、テンペスト魔女で私のファン1号だありがとうございますいやありがたいっす。ありがとうございます。スさん、次こそ幸せになるよねと思って進めれば進めるほど偉いことになっていくので駆け抜けるしかなかったですほんとね。なんかアナスタシアはなんだろうな、多分自分が後悔するって分かってる選択でもカッとなんかちゃんとそれを選択できるっていうのが彼女のすごいところですよね。絶対もう自分後から悩むだろうっていうのももうなんか度外視して
前に進める力があってすごいなと思いますね。本当に確かに駆け抜けるしかなかった。彼女も多分駆け抜けるしかなかったんだと思います。ちょっと立ち止まると辛いばっかりだからね。ドキドキしっぱなしで、ドキドキしてもらえてよかった。散歩中の猫さんの心臓をバクバクさせられたならよかったです。朝久さん、なんか素敵な名前だな。朝久さん。テンペスト魔女もノルンも好きです。ありがたいよ。どちらもキャラクターの長所と短所が表裏、裏表かになって人間味があって素敵でした。そうですね。やっぱキャラクターのいいところと悪いところは、キャラクターを世に生み出す時には両方一緒に考えますね。なんかその人が自分が短所だなって、こういうところ自分は良くないなって思ってるところが誰かにとっての救いになったりとかもするし、大事ですよね。なんかそこ気づいてもらえるのありがたいですね。善のルートね。そうですね。楽しかったって言っちゃあれだけど大変でしたよね。大変だった。山蔵さん、テンペスト魔女、私がテンペスト魔女ってテンペスト魔女派だからテンペスト魔女って言ってくれてるのかな。この間なんか書く人向け、小説とか SS とか書く人向けの配信をしてたんですよ。その時はね、天魔女派が圧倒的だったんですけどここに至るまで天魔女って言わないで、なんかみんなにテンペスト魔女って言わせてる感じがするいや、全然好きに呼んでくれていいんです話題にしてもらえるだけ嬉しい。3日でクリア、ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。3日ありがとうございます。 FD 頑張ります。アナスタシアが燃えるところの描写、確かにね、のりたさんの素敵なイラストが本当に良かったですよね。アダバナもいい意味で号泣しました。良かったです。いい意味で良かったですねえ、今月のビズログさんでもね、リスターさんテーマ特集、ビズログさんのテーマ特集に呼んでいただいてね、なんかああいうテーマ特集みたいな、テーマ企画みたいなところで彼らが呼んでいただけるのって本当に嬉しいですね。すごい、なんか多分ね、そういうのって多分 SNS の皆さんの応援だったりとか、やってくれてる人が いらっしゃったら、もう本当にめちゃくちゃありがたいって感じで、本当にもう大感謝なんですけど、ビズログさんのなんかアンケートはがきみたいな感じのアンケートとか、そういうのに答えて、それでなんか期待の新作みたいなのとかで多分名前書いてもらったりとかしたりとかしてくださる方が多分いらっしゃるおかげで、ああいうところで呼んでいただいたりとか、SS の連載とかやらせてもらったりとか、なんかいろいろあったりとかするので、いや本当にね、命つながってる本当にありがたいなと思って、いつも本当に助かってます。ヒューゴのね、またね、演技がね、やっぱりね素晴らしかったからな。ちょっと文鳥ちゃんが文鳥ちゃんの声聞こえるのかなごめんてかもうぼちぼち寝る時間だったね。ごめんね。うちちょっとね酔いっぱりなんです、文鳥ちゃん。私が酔いの人間だから。ごめん。よいしょ。よし。はい。そう、
ちょっとうちにいる文鳥はね、世界で一番可愛くて世界一っていくつあってもいいと思ってるんで、私平気で世界一とか言いますですね。ありがたしです。チチチチン。足音、そうそうそう、足音です。よくわかりましたねそうなんですよ。ありがとうございます。いやー、見ました？キービジュ。見てない人がいたらちょっと今すぐ見に行ってもらいたいいいんですけど、すごい素晴らしかったですよね。いやーね、あ、白い服着てるっていうね白い服着てるよ、なんか白い服着れるんだっていうねえ、みんな白い服着てね、かっこよかったですね。いや素晴らしかったです、本当にねえ。アナスタチアちゃんが辛い思いするのは悲しかったですけどそうね、ルーに会えることで確かにね、死なないと会えないキャラってなかなかね、いないですよねバラはアナスタシアの概念なんでしょうか。そうそうですねそうですね、そうですね概念なんでしょうね。まあご本人たちがね、4人の方々がそう思って持ってらっしゃるかどうかはまたちょっと違うけど、どうかは知らないですけど、まあ、私は概念だと思ってますねね、だと思ってますよ私もテンペスト魔女でファンになりました。ありがとうございます。お体を気をつけて作品作り続けてもらえると嬉しいです。ありがとうございます。私いつもね、神社とかに行って神様にお祈りするとき、少しでも長く仕事ができるようにしてくださいっていうのを神頼みをすごいしてたんですけど、なんかよくよく考えたら、この健康上の話って神じゃなくてジムとかに行くべきなんだなっていうのをね、何年目かにようやく気づいてね、最近このね、半端じゃなく、あんまり忙しいって言葉使いたくないけど、半端じゃなく時間がない中でジム行き出しました少しでもね、長くね、お仕事できるようにパーソナルジムですね。もう一人じゃ心くじけるから行き出しました偉い、ありがとうございます。いや、褒められると嬉しいな。ここもパーソナルジムかイケメンが眩しかったです。眩しかった。ルーシェンね、表情凛々しかったですね。ね、かっこよかった。よかったね。ほんとみんなね、ほんとファンディスク出せるようになって。いやー、決まるのが早かったですからね。本数がガッと伸びて。決まるの早かったから。私としては別になんかドラマ CD とかビジュアルファンブックとかで間を持ってって思ったけどね。でもやっぱりゲームがね、ゲームで楽しんでくださった方への恩返しとしてはね、確かにゲームをね、早く5個も頑張って早く出してお渡ししてっていうのがね、きっと恩返しっていうことには正しいと思うからせやでっては思うんですけどねね、ドラマ CD ね、ドラマ CD もやりたいですよね。やりたいっす。ドラマ CD、シチュエーション CD、 SS 集、まあ何が来てもほんと全力で頑張ります。
ディスク楽しみにしててほしいです。ありがとうございます。あと10作10作10作くらいはハンディスク出してください10作ってなんだ何すればいいで10作になるのおもろいねいいなぁ。コンラッド殿下は登場しますか？ちょっと待ってね。これ言っていいんか確認する。ちょっと待って。PV が PV っていうかなんかムービーも一緒に出たでしょ。ちょっと待ってね。あ、音鳴るか。ティザームービーに演者さんの名前が載ってるから、これはOK な話ですね。はい、コンラッド殿下出ます。はい。神社で参拝する際におみくじを引くので、おみくじを引くので助言をおみくじに書いてくださいとお願い。すごいね。お願いするといいらしい。確かになんか良さそう。次します。この間も言ったけど、次します。いいですね。いいこと聞いた。サントラね、よかったですね。もうサントラね、めっちゃね、去年土屋さんに会った時から、サントラって言ってめっちゃ言って、土屋さんにサントラがさ、みたいな感じですっごいお願いしました。いや、もちろん私の希望を叶えたわけじゃないですよ。皆さんの、メールとかね、要望とかたくさん送ってもらえたから、それで叶えたっていう話だから、私はそこに関係ないんですけど、ほんと叶えてもらってよかったです。ね。FD 発売までの決断と行動が早すぎてね、早かったですね、本当に。いやでもなんかね、それも本当にやっぱりすごいメールをねたくさんねいただいたんですよね。それは私にもいただいたし、ボルテージさんにもたくさん送っていただいて、でなんなら普通に購入してくれた人が本当にたくさんいたおかげなので、いやーなんかお客さんの声が大事って本当によく言われるけど、今の時代は本当にもうよりそれが顕著になったなってちょっと感じました。本当にそこが力だなと思うので、だから私にできるのは本当に応援してよかったなというか、応援した甲斐があったなって思ってもらうことなので、ちょっとそれは頑張りたいですね。FD クリアした後抜け殻になりそうで怖いですっていうののねそれのね、抜け殻っていう話で昨日かな一昨日かなちょっとメッセージいただいたんですけど、石尾先生こんにちは。発売時期の発表、そしてサントラ発売おめでとうございます。サントラ早速購入してリピートしまくっては情緒めちゃくちゃにされています主題歌やエンディングもフルで収録されていてとても嬉しいです。ありがとうございます。ところでこちら楽曲配信のみということで歌詞がわからないままだと思うのですが、いつかお披露目される日は来るのでしょうか。できれば公式で歌詞の解釈を知りたいため、和訳込みで発表される日が来ると嬉しいです。そうなんですよね。これね。で、FD が発売されてしまうと、もうこれ以上展開がなくなってしまうのではないかという不安もあるのですが、もっともっとテンペスト魔女のキャラたちとの絆が続くように応援させていただきます。FD 本当に楽しみです。すごいよね。本当先見の明が長けてらっしゃるなと思って。多分もしかしたらこういう乙女業界とか、ゲーム業界とかに詳しい方なのかなとかちょっと思ったけど、そうですね。まず一個一個ね。歌詞確かにと思ったので、これはちょっと伝えます。本当そうだなと思うので。ただこれちょっといろんな歌
方が関わってる話なので、すぐっていうのはまあ 100% 無理だし、なんかがあった時もしかしたらちょっと難しいかもみたいになるかもしれないから、確約はちょっと取れないんですけど、ちょっと希望は伝えたいと思います。そうだよねと思って、これはね大事なところだと思うので伝えたいと思います。で、FD が発売されてもうこれ以上展開がなくなってしまうのではないかっていうのは、いやもう本当になんか、いやすごいなと思って、そうならないようにね頑張りますので、なんかね楽しくねことがなんかもっとできるようにね、全然ちょっと今の時点では何も決まってないのでちょっとあれなんですけど、ちょっとでも楽しい時間が続くように、もちろん応援してもらえるのは一番ありがたいし、でもまあ何よりこちら側が頑張るところが大きいので頑張ります。頑張んないとね。そうですね、いろいろね出したい気持ちはすごいあるコンラッドおめでとうそうですね、この殿下本当になんかいろんな国の方に愛されて、日本のみならず本当に来る、ありがたいから、声ってね、そうですね届くんだなって思いますよね。本当になんかね、ポルテージさんのありがたいところは、なんか届いた声を私にもちゃんと共有してくださるから、なんかそれがすごい助かりますね。やっぱりなんかなんだろうな、わざわざ送ってきてくれたっていうのはそれだけ思いが強いってことだからね、なんとかね汲み取りたいというかうまくしたいと思うし、それしてもらえるのありがたい。もちろん私にいただいたやつとかで本当に 100% 感想っていうやつとかはボルテージさんにちょっとこういう感じで来てますみたいなのはお伝えもしてます。なんかそれぞれ相互で情報のやり取りみたいなのはしてます。ありがたいっすせめて英文だけでもね。そうっすね、ちょっとねあれをね聞いただけでねパパパパってね打つのはねできるのかな、英語得意人なら私もできてほしい。ファンブック等も出してほしいのですが、要望等はボルテージさんにね送ってもらえると、ほら私が出してほしいって思ってるのはさ、まあ当たり前のことだからボルテージさんも言わんでも分かっとるわになるし、私がファンがこんなに言ってますよっていうよりもファンの方が直接言ってくれる方がものすごく効果はあります。これはなんか別にボルテージさんに多分限った話じゃないと思う。いろんな自分の好きな作品とかたくさん多分あられると思うので、それを作者に伝えるのも、その漫画家さんとかに伝えるのも結局その作品を書いてる人の活力になるから全然無駄じゃないんだけど、物の出してほしい系とかはやっぱ出版社とか会社版元さんに送ってもらえるといいですね。まあそれもさやっぱちょっと手間だから、なんか絶対送ってくれみたいな感じなのをちょっとあんまり強くは言えないんだけど、やってもらったらやってもらった分お返ししようと思ってこちらは頑張って制作に当たります。はいね、本欲しいよね
本欲しいですよね。だからね、アクスタとかはなんかそのアクスタが出る前に結構ユーザーの皆さんからアクスタ欲しいっていう声をたくさんいただいて、でボルテージさんもそれを受け取って、それでアクスタが出たっていう、多分ボルテージさんからの多分リリース、その発表とかにも多分そのもね、そのご要望をたくさんいただいたのでって多分書いてある話だ、確か書いてあった、書いてあった話だから、これも話してるんですけど、まあ要望いただいた後に怒涛のアクスタが連続して出るっていうね返事だったから、だからそうですね、やっぱり要望いただいて、ちゃんと算段がつけば、全部がね全部叶うっていうのはねやっぱりちょっとね難しい話だけど、できる限りこちらも努力、そのファンブック作る作らないの話は私のに決定権はないですけど、作るとなった時は中身のところいろいろ頑張るのは私なので、その時はすごい頑張る何回も言ったすごい頑張りますよ。ノルンの時のファンブックもめちゃくちゃ楽しく頑張ったのでね。ファンブック G 多いの好きなんですよねなんかね FF7 のなんか攻略本でなんかアルティメットみたいなやつがあって、でそれにこのシーンの時のこのキャラの心情みたいなのをなんか、ね、ブログみたいな感じでなんかねすごいなんかこう全部なんか各キャラがこう喋ってるやつがあって、あれが本当に大好きで、ちっちゃい頃からもう本当なんかね読み応えのある攻略本系が本当に大好きだったんで、なんかねそういう感じのがねしたいなと。そうですね、書き下ろしの SS ね、もうねいくらでも書ける私 SS はマジで SS はいくらでも書けるから、もういっぱい依頼してほしいほんとね、ちょっとねいろんなところで書きたいですね。だからまあそれはそれもそうね、やっぱ要望をいただいてじゃないとちょっとあれだから、ほんとマジでいっぱい書ける。なんかねその当時の話なんだけど、いやダメだ、この話やめとく、ごめんな、もうやだねこういうね、なんか途中でやめるやつねでもねいっぱい書くの好きでね、タイトル伏せればいいのか、某ゲームの某特典小冊子でほんと大量に書いてやろうと思って大量に書いたの。そしたらホッチキスで止められないぐらい書いちゃったからちょっとここまで書かれたことはちょっと今までなくて、まさかホッチキス止まらないと思わなかったからちょっとっていう風に言われたことがあるぐらい書くの大好きですあれ楽しかったですねいや困らせておいてね楽しかったはなんだけど、でもなんかね結局なんか工夫してもらって事なきを得たんですけどね。ね、字多いとねいいですよね。読みづらい字だったらねダメだからねそこは本当私が気をつけないといけないところだから、読みやすくていい文章がちゃんと書けるように精進しますね、楽しいですよね字多いの。そうね、いろいろね、そうだな、やっぱりやってほしい系とかはもうなんかどんどん言うのって大事だな。私も言おう私が言ってもね別になんもないんだけどね。イベントね、イベントやりたい。イベントやりたいね。今どうなんですかね、コロナ。なんかやっぱまだ声出しちゃダメなのかな。私は女の子たちのキャーって声にほんとエネルギー
もらうっていうか、めっちゃ吸うんでそのキャーって声を、ほんとキャーって声、あれ聞けるのかな、聞きたいな。なんか今ほら拍手でしょ。あ、そうなんですか。ちらほら出してもよくなってきた。あ、女の子のキャーって言葉じゃない、声をね、いっぱい浴びたい。別に私が言われてるあれじゃないのに、端っこでね、隅っこでね、一回なんかね、感動して泣いたもんね。初めてそういうその女性向けのイベントに参加した時、うわすごい、愛だと思って、泣いちゃったんですよね。よくない。あ、本当ですか。最近声出し解禁進んでますよ。この前ライブ行きましたが、マスクしてね、声出し OK。あ、いいな、いいっすね。ありがとうございます。いいね。そうだよ。声出していこうぜ。病院関係者の人ごめんなさい。ごめんなさい。大丈夫かな。病院関係者ですけど、5類への変更も進んでいるので、どんどん制限解除されていくと思います。いや、ちょっと病院関係者の方を圧迫するようなことはしたくないんだけどね。ほんとね、うがい手洗い。ね、いろいろ気をつけてね。みんなが楽しい時間を過ごせるようにね、したいですね。そうね、ちょっとイベントももしボルテージさんに何か伝えたいことがあった際は、イベントのこともなんかね、お手すきな時に可能であればそうね、私もやりたいなって逐一言うんでお願いできればと思いますいやー、すごい10時だ。もうすごい喋りましたね。いやー、書き下ろしの生朗読いいよね。生朗読が聞けたらもう人生何も悔いはない天使無枠ね、昼夜やってね、昼とね夜ね両方ね違う朗読劇ねで場当たりが大変なやつ、やりたいですね。しかもね昼夜違うからね、じゃあ両方行かなきゃじゃんみたいになっちゃうってやつねやりたいですね。ぜひぜひ。そういうね夢もね、だからそういう夢をねファンディスクの後にね叶えられるといいですよね。ファンディスク10本はねちょっとなかなか、いや私は書けますよ私は書けるけどね、でもファンディスク10本も書くってなると、なんか多分 3,4 本は何人か人殺さないと書けないんじゃないかな。そうですね。ちょっと幸せな話で10本はなかなか、幸せなだけだったらいけるか。いやまあそんなね真面目にね言った黒バラの後とか、黒バラの後勢なんか結構いる気がする。この間も言われた気がする。黒バラの後はだって2人ぐらいねやらかしてる人いるからね。家庭用ゲーム機で出せるのか。やばいな、これあんま話しすぎちゃうとよくないですね。今のはちょっと内緒にしてください。いやでもアーカイブ残すからな。
ぼちぼちいい感じかな。何か質問とかが思い浮かべば、牛尾先生の年収はいくらですかとかね。いや言わないで言えないですけどなんだろうな。察してかな。まあ次配信やるとしたらFD 発売までに1回どっかで何かこれっていう時がなんかタイミングがあればやりたいし、もしなければファンディスクが発売した後、皆さんが全部クリアしてお友達に感想とかを言い終わって、なんかふーってなったタイミングで一回配信やりたいかなと思うかな。そうね。とかFD の発売後は毎週の小ネタはなくなってしまいますか？なくなってしまいますかっていうね一応ない予定ではあるんですけど、そうね、ちょっとまだ考えきれてないですけど、一応終わりはそこっていうのは思ってはいます。でもな、やっぱなんか宣伝が大事なので、そうですね、ちょっと可能な範囲で、ちょっとでもね、ちょっとねバタバタしてるのでいやまあずっとバタバタしてるんですけど、可能な範囲でっていう感じですかね。ちょっとできる小ネタ欲しいです。もうそんなん言われたらもうやるしかない軽いそうですね。まあなんかちょっと可能な範囲でやりたいなと。はい。散髪中の猫さん、可能であればお伺いしたいのですが、先生がシナリオライターになった過程などを教えていただけますでしょうか？シナリオライターになった過程はシナリオライターになった過程はもともとちっちゃい頃からお話書くのが好きで、子供の時から親にお菓子よりも原稿用紙をねだってるような子だったんですよね。ただなんとなく自分が一人で創作して食っていけるとは思ってなかったので、っていうのもあって、多分ゲーム会社に入って雑用とかでも何でもいいからそういうクリエイティブなことにの一員になりたいと思ってオトメイトさんに雇ってもらったっていうのが一番なところで、あとはその一番最初のタイトルでちょっといろいろそのシナリオの状況とかもいろいろ相まってちょっと書く人がちょっと足りてないから書くみたいな感じで言われて、でその時は普通のね子だったら、いやそんな素人がそんな過去の滅相もないですっていうところを
普通のいい子だったらね、私はがめつかったんで、もうやりたいですやりたいですって言って、飛びついてそこがデビューですね。でなんか、ノルムとかももともと私がシナリオ書くわけじゃなかったから他の人に書いてもらってってしてたんだけど、なかなか私のハンドリングがちょっと下手なのと、ちょっといろんな事情が会社なのでいろんなねタイトルの兼ね合いとかも相まってちょっとっていう風になって書くことになってみたいな、この辺りが本格的なシナリオライターの領域に足を踏み込んだみたいな感じですかねこんな感じです。流され時にがめつくなりっていう感じですね。今はずっとがめついですやりたいこととかいやちょっともうスケジュール厳しいよねみたいなことを言われても、いややりたいって言ってSS ねやらせてもらったりとかをしてます。はい、がめついです。がめつい方が得するんじゃないかなって思うので、仕事に対してはどんどんなんかやっていくといいんじゃないかなとわかんない、すごい猫さんがすごいいい子でなんかおとなしい感じの子だったらそれがそれでねきっと魅力だと思うから、あんまり私の色を押し付ける気はないんだけど、なんかねチャンスが巡ってきたりとかした時は自分なんてって思わず掴み取ってもあなたの良さはなくならないからと思います。あれ散歩中の猫さんだったよね、シナリオライターちゃうかったらすいません。はい、ちょっともう目が走ってる。小ネタそっか、楽しんでもらえてるんだったら頑張んないとな。今ね最近ほんとね小ネタの選定基準がビズログさんのテーマ企画で選ばれないであろう質問っていうかネタっていう基準でやってるからね、難しいんだよね。ほんとね甘いやつとかだったらマジで本当にいくらでも書けるんだけど、もうなんかどんな風に抱きしめて寝るのが好きとか、なんかどんな風にチュッチュするのが好きかとかそればっかりか。なんかさ付き合ったらどこに行きたいかとか、なんかどんな家に住みたいかとか、なんか同棲したら冷蔵庫に絶対入ってるものはとか、なんかもうねいくらでも書けるんだけど、でもさそれはさちょっとほら聞かれるかもしれんからさビズログさんにさ、ビズログさんのなんかテーマ企画でさ、なんか冷蔵庫にで一番なんか必須なものは何ですかとかさ、それは絶対聞かれないね。それは聞かれないけどそれはあんまり面白くなさそうやな小ネタでやるにしてもでも抱きしめてるどうのとかさ、なんかほんとやりそうだから言えないんだよね。そうなの、イチャイチャ系取っておきたいんですよね。一番読みたいっていう気持ちはわかりますよ。私だってそうだけど猫さんチャレンジすることの重要性をしみじみと。いやもうねもういいよ、分かってるんだったら大丈夫だよなんか偉い。いや全然ねちょっとでもね背中が押せるといいな。そうなんだ、プロット面白いって思ってもらえたのか。じゃあプロットはなんか取っておくようにしようかな。冷蔵庫の中身本当に知りたいと思ってるリオンでもルーシェンどうしようかな。ルーシェン冷蔵庫とかしよう
どうしよう、冷蔵庫どうしようかな。ほら、私もキャラ差が出るのもね、嫌だからな。冷蔵庫で深まるキャラ解釈。私も冷蔵庫の中身知りたいです。本当にどうしようかな。原パロにしてだったらいけるのかな。ちょっと考えますね。ちいかわって何？ちいかわって。ルシェのことルシェのこと言ってるこれ違うか。さすがに違うか。私の中でちょっとね、イコールになってるから。あれ違うか。すいません。そんなね。あ、殿下なんだそっか。殿下だよね。そっか。王子様の冷蔵庫。なんだろうね。なんかキャビアとか入ってんのかなキャビアは冷蔵だよね。あ、冷蔵庫が詰まってるタイプなのか、スカスカのタイプなのか。ああ、なるほどね。ああ、すごい。なるほど。確かにそれキャラ性出る。ティレルとかもう多分空っぽなんだろうな。何も入れてないんだろうな。お酒しか入ってないんだろうな。ああ。善はなんか、なんだかんだ、なんかちゃんとして綺麗に入れてそうで、なんか団長はなんかそういうところちょっと雑そうな気もしますけどね。なんかすんごいなんかめちゃくちゃ高い高級食材みたいなのを無造作に入れたりとかしてそう。こうやってね、キャラクターのことこう話したりしてこうっていう風に話してるけど、なんか別にね、私が言ってることが絶対とか正義じゃなくて、私なんか言葉結構嫌いじゃないんですよね。作者が言ってるだけでしょみたいなやつ。なんかユーザーさんが自由に解釈しているもらえる方がいいから、なんか私の言ってることが100じゃなくて全然いいので、ちょっとここ解釈私と違うなみたいなだったら全然自分の解釈大事にしてもらった方が嬉しいかなと思うので、話半分に聞いてくださいねね、そう話半分に聞いてほしい。いや、これは差別表現だとか人を傷つけてる表現だみたいな決めつけじゃない限りは全然自由にしてほしいですね。キャラが食べ物の賞味期限をどのくらい守るか。すごいね着眼点おもろ。これちょっとこれすぐ出てこないな。なんかアナスタシアはあんま守らなさそうだなっていう気はしますね。ただアナスタシアちの冷蔵庫はマヤさんが管理してらっしゃると思うので、そもそも賞味期限が切れてるものが入ってないから多分守らないとかじゃなく、そういうものにお目にかからないと思うのでないとは思いますけど、いや面白いですねなるほどね。そっか。ちょっとね、なんかそういう小ネタとかもし何かあれば思いついた時にお台箱、あれすごい面白かったんですよ。なんかね、あれくれた人、あいうえお作文くれたのはすごい面白かったですね。なんで私にこの大喜利みたいなことを振ったんだろうと思ってすごい面白くて、あれ超楽しかったですね好きだったな。はいなんかそういうちょっとね考える。なんかね最近思いつかなくてもう SS に逃げちゃってるから、なんかいろいろ考えていきたいな。
んとね、ビズログさんのテーマ企画がね、どれもなんか面白くて美味しいからね、ほんと楽しいですよね。あれは興味がねあるキャラクターとか、その迷子を買ってっていうのもちょっと難しい話なので、いや買ってもらえたらもちろん嬉しいけど、なんかね興味のあるキャラクターが出てる時とかは、テンペストに限らずね、テンペスト魔女テンペスト魔女に限らずね、見ていただけるといいなと思います。これね、この間もちょっと話したんですけどね、先月号のね、デートのね、一日のデートの下りの一日のなんかデートのスケジュールみたいなのをクライオスさんとゼンさんがそのテーマ企画にね呼んでいただいた時にね、私は本当になんか私は本当にもうキャラクター憑依型の人間なので、キャラクターをこう憑依させて描くタイプなので、憑依というかなんか没入の方がなんか自分的にはしっくりくるんですけど、没入して描くタイプなので、何が言いたいって、私は悪くないんですけど、みんなね、いろんなね人たち、いろんな作品の諸先輩たちはデートの終わりはね、ちゃんと彼女の家の前まで送るみたいなのがね、みんなそうだったの。ちゃんと家まで送るっていうのね、ちょっとね、団長くらいだったね。なんか朝までコース書いてたのね本当にね本当ああいうのでさ、いろんな作品の人たちとなんかね比べるっていうか、なんかね、なんか同じ乙女のさっていうジャンルのさ中でさ、みんなでこうなんかいろいろね、なんかこうジャンルじゃない作品の垣根を越えてね、いろいろこうなんかあれ比べられるのなんかいいですよねっていう、なんかすごい謎のフォローはい、そういうのもあるから、私コーナーすごい大好きなので、ちょっとまたね今後読んでもらえるようにちょっと全力で、ああいうちょこっとしかやっぱりその各分量としては SS とかと比べるとそんなに多くはないかもしれないけど、キャラクターらしさというかその人らしさがちゃんと出せるようにね書いていきたいですね持ち帰っていいね、いいよね。いや早くファンディスク発売して皆さんの感想を聞きたいな。というわけで頑張って出せるようにまた仕事してきます。すごい2時間かもう構ってもらってありがとうございました。ちょっといっぱいお話できたので楽しかったので、はい、この気持ちを胸にお仕事してきますいやー楽しいな、人生楽しい。はい、頑張る、頑張ろう。いやー素敵なひとときは本当にありがとうございました。いやもうこちらこそです。ありがとうございます。いや勉強にねちょっとでも役に立てたら本当に嬉しいです。いやもうこちらこそお時間作ってもらってありがとうございました。もう本当楽しかったです。牛尾の声が素敵だと、じゃあもう親に言っときます。そういう声に産んでくれてありがとうって私すごいさすぐ笑っちゃうからさ、なんか笑い声うるさかったら本当にごめんなさい。本当すぐ笑うんですはい、何しても笑う。自分が言ったことでも笑うはい、ありがとうございます。本当にね一緒に楽しい時間が過ごせて本当に嬉しかったです。また引き続き今後ともテンペスト魔女をよろしくお願いします。ありがとうございましたはい、よし
やマジ頑張ろう。ではでは皆様遅くまでありがとうございました。ではでは失礼いたします。失礼いたします。